ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。動物テーマだね。早速確認しよう。昔通っていた学校のうさぎ小屋には、時々変なのが一匹混じると噂があった。ふわふわの愛くるしいうさぎに触ることができる飼育員は大変人気があった。けれど小学生にとって、可愛がるのと世話をするのはまるで別物らしく、小屋の掃除は嫌なものだったそうだ。私も飼育員の友人に付き合ってうさぎ小屋の掃除を手伝っていた時に、それを見たような気がする。見た目ほとんどウサギと変わらないのだが、顔を見ると目が一つしかないんだ。見慣れたウサギのように左右に一個ずつでなく、眉間に一つ人間の目のようなものが縦についていた。小屋の外からパッと見ただけではわからないんだけど、近づいてよくよく観察すると、たまにいる。不思議とその時は全く恐怖心などなくて、微塵もおかしいとは思わないのだそうだ。実際に私が会った時もそうだった。撫でれば嬉しそうに目を細めるし、野菜を与えればもりもり食べた。他のウサギたちに混じって跳ねていたり、眠っていたりと非常にマイペースで微笑ましいやつだった。それから何度か掃除を手伝い、一つ目ウサギとも仲良くなった。そういう種類のウサギもいるんだろうと思っていた。ところがある日、一つ目ウサギに噛まれたという男の子が現れた。その子は小屋の外から棒切れを突っ込んで、ウサギたちをついていたずらしていたらしい。逃げ惑うウサギを執拗についていると足に痛みが走り、見てみると足首には例の一つ目のウサギが、真っ黒になった目で男の子を睨みながら噛みついていたそうだ。夢中で足を振り回すと一つ目のウサギは、ふっと消えてしまったらしい。しかし男の子の足には噛み跡が残っているし、足の痛みも取れない。病院に運ばれて、アキレス腱が切れていると診断された。そんな話が広まって以来、飼育員になりたがる子は激減して、うさぎ小屋に近づく子もいなくなった。何度かうさぎ小屋を覗いてみたが、以降一つ目うさぎを見ることもなかった。男の子が怪我をしたのはかわいそうだと思うけど、一つ目ウサギが悪いとは思えないんだよな。けど本当に噛んだのはウサギだったんだろうか。噛まれた後を見せてもらったんだけど、あれはどう見ても人間の歯型だと思うんだよね。眉間に人間の目が縦に一つついた色を見ても、その場で誰も恐怖を感じてない。怪異が持つ特有の認識阻害だな。撫でたら目を細めたり、野菜を食べたりして、普通のウサギと変わらないように見えるのが、逆に不気味なんだよね。いたずらした男の子の足を噛んだ時、アキレス腱を噛み切るほどの顎の力を見せた。そして語り手が目撃した、人間の歯型。ウサギの形を借りた、全く別の何かだ。子供たちが集まる場所だからこその、特有なパワーで生まれた怪異なのかな。これはおじいちゃんの三回忌で実家を訪れた時のことです。おじいちゃんは、山あいの小さな村で旅館を営んでいました。おばあちゃんが亡くなってからは廃業して、一人で静かに暮らしていたけれど、2年前、静かに眠るように旅立って、おじいちゃんの唯一の楽しみは、晩酌でした。毎晩、縁側に腰を下ろしては、お気に入りのとっくりとおちょこで、月を眺めながら地酒をちびちびとやる。でも、亡くなった時にその色セットを棺に入れてあげようと思ったら、うち中のどこを探しても見つからなかったんです。おじいちゃん、まだお酒が飲みたくて自分で隠したんじゃない。なんて親戚の間では笑い話になっていました。法事のたびに、使われなくなった古い客室や軒下、屋根裏から、カタカタと不思議な物音がするので、みんな、きっと飲み足りなくてお酒を探してるんだね。3回忌の法要が終わり、親戚も帰った夜、
元客室だった部屋に布団を敷いて眠りについた私は夢を見ました。場所は、おじいちゃんが愛した中庭。いつもなら真っ暗なはずの庭が、その夜はまるで、金色の粉を撒いたような月光に包まれていて。でも、そこに、おじいちゃんはいませんでした。代わりに縁側を囲んでいたのは、見たこともない動物たちの集まりでした。猫にイタチ、リスに鹿、イノシシに猿、タヌキやキツネまでが輪を作って何やら真剣に話し合っています。彼らの口は動いていないのに、不思議と言葉が頭の中に響いてくるんです。ねえ、重蔵がいつも飲んでた、水源の水はいつできるの？お月様からこぼれた光の雫を、谷川のせせらぎで一晩、すすいだんだ。あとは、熟したあけびの蜜をひとたらしすれば。重蔵がいなくなったのはきっとあのお水がないからだよ。あれを飲むと、いつもお日様みたいに陽気に笑って、僕たちも釣られて笑っちゃうんだ。南天を竹の太鼓で潰してみたらどうだろう。家の中をみんなで探したけれど見つからなかったね。だから僕たちで作ってあげよう。そうだよ、あのひょうたんみたいな入れ物と小さい器に、完成したお水を注げば、また、重蔵はここに来てくれる。重蔵は仕方ないやつだな。完成するまではみんな、隠し場所は内緒だぞ。狐が、庭の隅にある古い灯籠の台座を指さして、クスクスと笑いました。目が覚めた私は、いても立ってもいられず、懐中電灯を片手に中庭へ飛び出しました。夢で狐が教えてくれた灯籠の影へ。そこをそっと探ると、夜露に濡れた。あの懐かしいとっくりとおちょこがひっそりと置かれていました。私は台所へ走り、仏壇に備えてあった地酒を一升瓶ごと持ち出すと、とっくりになみなみと注いでおちょこと一緒に縁側へ置きました。そしてまた私は眠りにつきました。もう夢は見ませんでした。翌朝、目が覚めて縁側へ行くと、そこには、空っぽになった一升瓶と、綺麗に飲み干されたとっくり。そしておちょこが、朝日を浴びてキラキラと輝いていました。この土地は、昔から人と自然の境界が曖昧な場所でした。露天風呂に猿が入りに来たり、迷い込んだ鹿と目があったり。おじいちゃんは、ここで静かに暮らすうちに、いつの間にか山の一部、自然の一部になっていたのかもしれません。あの動物たちとおじいちゃんがどんな話をしたのか、わかりませんが、わからなくていいと思いました。ただ、法事のたびに聞こえてきたカタカタという音が、もう聞こえなくなると思うと、少し寂しくもあります。いろんな動物たちが集まって、おじいちゃんのために、月光のお酒を作ろうって話し合ってる夢。ロマンチックで優しい話に感じたけど、式が、現実の灯籠の影から見つかり、一升瓶が空っぽになっていた事実。もしかしたら祖父は亡くなった後完全に、山の会のコミュニティに取り込まれたのかもな。おじいちゃんが自然の一部になったのは、素敵なことのようにも捉えられるね。もし一升瓶を差し出していなければ、彼らは次の酒の魚として、語り手自身の魂を山へ連れ帰った可能性もあるぞ。これは私が社会人2年目の夏に、田舎の祖母の家で体験した話です。代々続く地主の家系だった祖父が亡くなってから、祖母は大きな日本家屋に一人で住んでいました。毎年お盆になると親戚一同が集まり、先祖供養という名の宴会が開かれるのですが、仕事の都合で予定が合わなかった私は、その夏は日程をずらして一人帰省していました。久しぶりの祖母の家は都会の喧騒とは無縁で、ゆっくりとした時間の流れに心が洗われるようでした。昼は畑仕事を手伝い、夜は手料理に舌鼓を打つ。とても充実した日々でしたが、田舎ゆえの娯楽の少なさと、時期外れの帰省ということもあって、私はすぐに暇を持て余してしまいました。
することもなくなった私は祖母が近所の寄り合いに行っている間、今でゴロゴロ過ごしていました。今日は何をしようか、そんなことを考えていると、ふと視界の隅に気になるものを見つけました。それはシャボン玉セットです。ショッキングピンクのボトルに緑のストロー。子供の頃に遊んだそのままの姿で、今から勝手口に続く廊下の隅に置かれていました。おそらくお盆に帰省した姪たちが楽しんだ残りでしょう。あまりの手持ち無沙汰と懐かしさから、久しぶりに遊んでみたくなりました。いい大人がシャボン玉か。と心の中で自重しつつ、縁側へ向かうと雨戸の縁に腰掛けシャボン玉を吹き始めました。虹色に光る玉がストローの先から空へ浮かぶ様子は思いのほか綺麗で、だんだん楽しくなってきました。しばらくシャボン液にストローを浸し、息を吹き込む作業を繰り返していると、どこからともなく奇妙な音が聞こえてきました。それはガラス同士がぶつかるようなかすかな破裂音でした。手を止めあたりを見回しますが変わった様子はありません。気のせいか、と再びシャボン玉を作ろうとした時、またあの破裂音が聞こえました。風鈴でもかかっているのかと顔を上げた私は、その体勢のまま固まってしまいました。見上げた軒先から男の子の顔がこちらを覗いていたのです。6、7歳くらいの男の子の顔だけが、屋根からニュッと飛び出して私を見つめていました。ぎょっとして動けなくなった私をよそに、男の子は気にする様子もなく空に舞うシャボン玉に目を向け、そしてそのまま口を開けシャボン玉を食べてしまいました。その時にカシッというあのガラスの破裂音が鳴りました。音の正体は男の子がシャボン玉を噛み砕く咀嚼音だったのです。シャボン玉を飲み込んだ男の子は私の手元のボトルを見つめました。おかわりを催促されていると直感した私は、考える間もなく次のシャボン玉を作っていました。不思議と恐怖はなく、どこか懐かしいような、泣きたくなるような、温かさが胸に広がるのを感じました。私が作ったシャボン玉はすぐに消えたり風に流されたりで、すべて空に向かうわけではなかったですが、それでも屋根まで届いたシャボン玉を、男の子は器用に口で捉えて咀嚼を続けます。どれくらいそうしていたでしょう。気がつくと男の子の顔は消えており、空になったボトルを片手に呆然としている私だけが、縁側に取り残されていました。生まれて初めての奇妙な体験に興奮しつつ、寄り合いから帰った祖母に早速先ほどの話をしました。いつものように穏やかに相槌を打ちながら、話を聞いてくれた祖母は一言。それは息吹を食べてたのかもしれないわね。悪いものではなさそうだから気にしなくても大丈夫よ。と静かに笑いました。祖母は昔から博識で不思議なことに寛容でした。幼い頃によくこの土地の風習や昔話を聞かせてもらっていました。先ほどの奇妙な体験も祖母の頭の図書館には所蔵済みのようです。息吹って何？私が尋ねると少し考える素振りをしてから祖母はこう答えました。昔からね、人の吐く息には命がこもると考えられていて、それを息吹と呼ぶの。人って呼吸しないと生きていけないでしょ。でも呼吸をするごとに死に近づく。呼吸は命を吸い込むと同時に吐き出すことだと考えられていたの。草木や動物霊なんかは息吹を取り込んで、存在を繋いでいたりもするのよ。その男の子も息吹を分けて欲しかったのかもしれないわね。シャボン玉に包まれた私の息吹を食べる男の子。本当に悪いものは息吹ではなく直接命を狙ってくるから。大方イタチか猫か、小動物の霊じゃないかしら。そう言うと祖母は夕飯の支度をしに、炊事場に消えていきました。日本昔話のような話を聞いて、私は妙に納得してしまいました。不思議と恐怖を感じなかったのも敵意がなかったからでしょう。それに猫の霊という言葉が古い記憶を呼び起こし、懐かしさの正体に気がついたのもその一因かもしれません。トントントンと祖母の小気味良い包丁の音に耳を傾けながら、私は男の子の正体を確認することを決心しました。翌日、
朝早くに祖母から脚立を借りた私は、縁側の屋根に立てかけました。ちょうど男の子が顔を出したあたりです。屋根まで登りきり、雨どいに目をやると、そこには灰色の猫が一匹、丸まって心地よさそうに眠っていました。いえ、正確には眠るように死んでいました。気持ちよさそうに、昼寝でもしているかのように、私が昔世話をしていたままの姿で、その子の名前は丸。帰省するたびに面倒を見ていた近所の野良猫です。特に私に懐いていて名前を呼ぶと、ゴロゴロ喉を鳴らして頬ずりをする、愛病でした。小学校の高学年から数年間、帰省のたびに数日世話をする関係でしたが、私と丸の間には浅からぬ縁が結ばれていたと確信しています。丸は高校2年生の夏に突然姿を消しました。いつものように縁側で餌をあげ、首元を撫でてやり、猫じゃらしで遊んで、次の日からぱったりと姿を見せなくなりました。私は必死に周囲を探しましたが、結局見つけることはできませんでした。帰省のたびに捜索を続けましたが、ついぞ会うことができないまま、私は上京したのでした。思わぬ再会に心の整理をつけられないまま、私は丸を抱きかかえて脚立を降り、祖母の元へ駆け寄りました。丸、見つかった。短くそう言った私の頭を祖母は優しく撫でてくれました。そうね。死を悲しむ、あえてほっとする、別れを告げずに去ったことへの恨み節。様々な感情でぐちゃぐちゃになった私をなだめるように祖母はこう続けます。猫は四季を悟ると姿を消す。ってよく言うけれど、あれはお世話になった人を悲しませないようにするためなのよ。丸は一番可愛がってくれたあなたに辛い思いをさせたくなくて、姿を消したのね。きっと、祖母の子姉があまりに優しかったので、私は丸の死を素直に受け止めることができました。祖母の言葉はいつもすっと胸に染み込み、私の絡まった心をほぐしてくれます。丸はどうして出てきてくれたの？落ち着いた口調で祖母に尋ねることができました。あなたが大きくなって、もう自分の死と、向き合えると思ったからじゃないかしら。あなたの息吹でおめかしまでして、よっぽど再会が楽しみだったのね。ああ、なんて素敵な人なんだろう、と改めて祖母の人柄に感謝しました。詳しいことはおそらく祖母もわからないのだと思います。あの男の子は誰だったのか、丸がなぜあの時の姿のままなのか。ですがわからないことをそのまま受け入れる大切さ。懐の深さを祖母に教えられた気がします。埋めてあげるね。祖母は何も言わずうなずきました。丸を庭の隅に埋葬するまで、何度か泣きそうになりましたが、ぐっと耐えました。ちゃんと死を受け入れられていることを、丸に伝えたかったから。男の子の正体が、野良猫の丸だったっていう。おばあちゃんの解説も含めて、本当に涙が出ちゃうようなお話だね。そうだろうか？命がこもる息吹を小動物の霊が食べて、存在を繋いでいると言ったな。語り手の命そのものである息吹を食らうことで、現世に姿を現す力を得ていたとも考えられるぞ。シャボン玉を噛み砕く時の不思議な音。丸が語り手さんの命の破片を咀嚼して、それでも私は、優しいストーリーだって信じてるよ。今回は不思議で温かいお話が多かったけど、動物たちの愛や行動も、一歩間違えれば、あちら側に引きずり込む引き金になるんだね。衣類婚姻端という言葉があるように、動物や自然の念は、優しさと狂気が表裏一体だ。彼らのルールに深入りしすぎると、人間としての境界線を失うことになるぞ。私たちには何ができるの？今まで通りでいいんじゃないか？適度に接し、敬意を払う。私は近づきすぎかもね。過干渉にならないように気をつけなきゃ。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。